こんにちは、花森です。今日は一人暮らしに必要なキッチンツールをご紹介していきたいなと思っています。私は一人暮らしを始めて今年で8年目に入りました。一人暮らしを始めた当初から結構料理は好きでいろんなツールを集めたりしてみたんですが、結果残ったのが今回ご紹介するアイテムになっています。で、初めてこの春から一人暮らしをするという方もいらっしゃると思うんですけども、正直初め買うものは IKEA とか、あとニトリとかカインズとか安いもので全然いいと思います。しばらく一人暮らしをしてみて、お料理楽しいなとか、意外と毎日料理してるなと思った方は、よく使ってるアイテムを少しいいものに買い替えていくのがおすすめです。はい、ではまず大きめのものからご紹介していくと、1つ目はフライパン。これは必ずいるかなと思います。で、今鉄の直径25センチのものを使ってるんですけども、正直初めてお料理をするっていう方に鉄のフライパンはあまりおすすめしてないです。なので全く作ったことがないっていう方はカインズとか IKEA とかそういうところで売ってるテフロン加工の軽いフライパンがおすすめです。フライパンがあればお肉を焼いたりとか野菜炒め作ったりできるので、これは必須として、次2つ目、こっちの片手鍋です。片手鍋は煮物を作ったりとか、あとスープを作ったりするときに使います。で、今これは18センチの直径18センチのお鍋を使ってるんですが、正直一人暮らしだったらもう少し小さいサイズでもいいんですね。ただ18センチだとギリギリカレーとあとパスタも茹でることができるので、私のおすすめは直径18センチの片手鍋です。この2つがあれば焼く、炒める、煮る、あと鍋によっては揚げることもできるので、ほぼ全ての料理は作れると思います。はい、次はケトルです。ケトルはお湯を沸かすために必要なんですけれども、必ずしもこういう形である必要はないと思っていて、最近だと電気ケトルが本当にいろんな種類出ています。電気ケトルだと水を入れてスイッチを押しておくと 2,3 分でお湯が出来上がるので、ぜひネットでチェックしてみてください。本当におしゃれなデザインもたくさん販売されていました。はい、次はボウルとザルです。これは野菜を洗う時に使うので必須アイテムです。はい、次は小さめのアイテムをご紹介していきます。一番左はキッチンバサミです。キッチンバサミはちょっとした野菜を切ったりとか海苔を切ったりするために使っています。で、その隣はピーラーです。人参やじゃがいもの皮を剥く時に使うので、これも必須かなと思います。真ん中は計量カップです。この計量カップはステンレス製なんですけども、特に素材に関しては何でもいいと思います。次、一番右側が小さじと大さじの計量スプーンです。最後は一番上にある包丁です。個人的な意見なんですけども、キッチンツールで一番最初にお金をかけた方がいいなと思うのは包丁かなと思っています。あまりにも安い包丁を買ってしまうと切れ味が悪かったりとか欠けてしまったりとか、最悪手の怪我にもつながってしまうので、私は少しお金が貯まったら少しだけいい包丁を買うのをおすすめします。で、最後にまな板なんですが、まな板はプラスチック製とか木製とか竹製とか種類はいろいろありますが、サイズに関しては 20×30 センチ以上のものがいいと思います。それ以下だと野菜とかを切っててもどんどん落ちていってしまうことがあるので、 20×30 以上のものがおすすめです。はい、次のツールをご紹介していくと、まず左からフライ返しです。フライ返しはお魚とかお好み焼きとかをひっくり返すために使っていて、素材は特に何でもいいと思います。で、次、これは木べらです。木べらは野菜炒めとか、あと麻婆豆腐とかを作るときによく使っています。で、次、これは菜箸です。菜箸はもちろん何かを炒めるときにも使うんですが、盛り付けるときにもよく使います。で、次、これはトングです。トングは本当に万能だなと思っていて、
これ一つでフライ返しみたいにお肉を返すこともできるし、木べらみたいに炒めることもできるし、菜箸みたいに何かを盛り付けることもできます。なので最悪この3つがなくても、このトング1つあれば結構何でもできます。で、次にスープを入れるためのお玉とご飯を盛り付けるためのしゃもじです。はい、で最後はそこまでなくてもいいかなと感じたツールです。一つが大根おろし器と2つ目が泡立て器です。で、大根おろし器に関しては本当に大根おろしを作る時にしか使ってないので、必ずしも必要なものではないかなと思ってます。で、泡立て器に関してもそこまで料理に使うことってなくて、あるとしたらお菓子作りだと思います。なのでそこまでお菓子作りしないっていう方は、最初の段階で泡立て器はいらないんじゃないかなと思います。はい、以上17点が一人暮らしに必要なキッチンツールでした。この春から一人暮らしを始められる方もいらっしゃると思うので、ちょっとでも参考になれば嬉しいです。皆さんここまでご視聴ありがとうございました。花森でした。